こんばんは。はるけです。今回は女子選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。こちらのティアリストはですね、女子選手限定のティアリストになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらが女子選手のティアリストになります。様々な女子選手、特殊カードがね、いろいろ出てきてはいますので、少しずつランクを調整しました。まずは D ですね。D はですね、基本的にはそこまで使われない選手たちが、多めになっていますし、開幕の時でも、ちょっと使われていたソネットだったりとか、はもう完全に D ぐらいかなというふうに思います。あとは長谷川唯なんかも、早く特殊来てほしいなという思いも、ありつつですね、それでもやっぱりこの82はですね、そこまで強くはないという、そういう選手にはなってしまってますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、いろいろ特殊カードを追加をしまして、前回から追加された選手はですね、グリーンウッドだったり、あとはアテネア、そしてキアなんかな、こちらのトリプルスレッドの3名、そしてセンチュリオンズからポップ、そしてカルモナかな、カルモナ。この選手たちが新しく追加を、されました。あとは、プリンツだったりとか、前回いた選手もぐっとC ランクに下がっていると、いうことになってます。特殊のマラードだったりとか、もそうですかね。まずはグリーンウッドですかね。トリプルスレッドのグリーンウッド。この選手はですね、やっぱり身長面がちょっと低すぎるっていうのがありますね。今作は、前作だったり過去作ほどですね、センターバック身長が足りなくっても、意外とやれるみたいな選手っていうのはやっぱり多くはなってると思うんです。女子選手の追加だったりとか、組んでが強かったりとか。ただ、グリーンウッドの場合はね、ちょっと低すぎるっていうのがあります。167センチってさすがにちょっと中盤でも低いんで、男子選手と比べると。やっぱそうなってくるとかなり低くって、もちろん操作感だったりとか、その軽さだったりとか、動かしやすさっていうのは、もちろんその分あるんですけれども、やっぱセンターバックとしてのがっしり感っていうのは、あまりなくって、足もそこまで伸びない選手にはなるので、守備面で、C というよりかは、総合的にパス面だったりとか、そういう風なところも加味をして、C ランクということにはなってるんですけど、ただあまり相手にね、見ることもなく、ですね、値段も安くっていう現状になっているので、そこまでは強くない選手に、なってしまいますね。で、あとは、キアナンかな、トリプルスレッドでいくと、キアナン、だったりとかも紹介をしたいなと思うんですけれども、この人も、ちょっと厳しいかなっていう風なところで、トリプルスレッドのイベントの時もですね、そこまで、当たりの選手ではなくって、あまり使いようがないという、そういう選手にはなって、しまっていたので、やっぱりスキル3っていうのは厳しいですし、あとはちょっと鬼の冷静さの低さ、ここがとんでもなく低いんで、やっぱりね、冷静さ高い選手と低い選手を使い分けてみると、確実にシュートの入らなさがあるんですね、冷静さ低いと。なんで、かなり ST としては致命的と言っていいぐらいのレスの低さになってるんで、ちょっとそこだけが、かなり残念ですし、パスも特段うまくはないという風な選手に、なってます。で、やっぱり女子選手ということで、まだまだ君が組みづらい現状の中、わざわざこの選手を、使うっていう人は今でも少ないのかなというふうに思います。で、そして続いては B ですね。B はですね、サムカーを下げたりだったりとか、あとはモーガンだったりとか、デビーニャ、レイテンあたりを下げてる。オシャラとかもそうかな、前回と比べると下げてると思います。全然スタメン級に入ってもおかしくないというランクには、なるんですけれども、少しここのランクの調整を、しました。で、あとは TOTW ですね。レナードだったりとか、あとはジェームズ等々の黒の選手たちも入れてます。で、あとは SBC で着ていたマルタだったりとか、あとは、こちらのトリプルスレッドの期間に来てたネビルだったりとかを入れてますね。で、あとはハイスとしてウィリアムソンとか、あとはカービーとか、あとはカトとかを入れてますね。SBC で、ショーダウンで、勝ったパースなんかもここに入れてます。
まず紹介をしたいのはですね、カトトですかね。最近来て結構こう、新しい、名が知っている選手かと思いますけれども、本当にこの人は決定力は、すごくあります。本当に女子選手の中でも屈指の、決定力の高さだと思いますし、十分こう勝利に貢献をしてくれる ST の選手だと思います。トリベラのプラスも持っていますし、1対1とかだったら、今週とかじゃなくって、アウトカーブとかでもいいんじゃないかなというふうに思いますね。一応プレッサーで今週もついてるんで、本当シュートに関しては素晴らしいなというふうに思いますね。ただ、ドリブルがそこまで軽くなかったりだったりとか、あとはパス面ももうちょっとこうスルーパスが出せるぐらい上手かったら、より良かったなっていうのは思いますし、ペースも90とか乗ってたらまた話は違ったかなっていうのは思うんですけれども、意外とね、こう見てみると決定力しかないっていう感じ。他はね、高いんですよ。全然高いしいいんだけど、もうちょっとあったら、もうあとプラス2、3あったらなーっていう風に思うんで、結構惜しい選手。なんでアップグレをされるとまたね、変わってくるとは思うんですけど、ただ今の現状、決定力が秀でた ST の選手っていう風な、ところで、考えてしまう選手になりますね。で、あとはトリプルスレッドカービーですかね。こちらも紹介をしたいと思うんですけれども、非常に使いやすい選手になります。気になるのはフィジカルだけかなっていう風に思いますけど、あとは、この人も視野かな。ちょっとスルーパスなんかが、通らない時があってもしゃあないかなっていう風な数値にはなるんで、そこ以外は結構完璧ですかね。スピードもそれなりにはありますし、あとはドリブルが軽くって、この人身長もめちゃ軽いというか低いんで、かなり使いやすい選手になりますね。人によってはめちゃくちゃカービィはおすすめになると思いますね。ほんとサイドの選手として持ちやすいですし、切り返しとかもやっぱりね、細かくって速いんで、相手ディフェンダーからすると、かなり止めにくい選手に、なります。プレイスタイルのプラスこそついてはないけど、やっぱり今週とか、あとはテクニカルとかトリベーラとか、フレアもそうですかね。いろいろいいプレイスタイルもついてるので、結構この人は、普通にあり、全然強いぞという、そういう選手にはなりますね。値段も安いですし、ケミが合う方はですね、十分使ってもいいのかなというふうに思います。で、そして続いては A ですね。A はですね、澤穂希だったりとか、あとはアビリー、スミス、ここら辺のアイコンの選手たちを少しちょっと厳しいかもしれないですけれども、A に、下げました。で、あとはスミス、現役の選手のスミスも下げた開拓者のスミスですね、もう下げて、で、追加した選手はもう他は全てですね、SBC で来たラピノだったりとか、あとはセンチュリオンズ期間に来たゲオロだったりとか、で、こちらの SBC で来ていたバチャだったり、RTTK のバチャだったりとか、で、ハイステトリプルセットの時に、来ていたキャシャウィだったりとか、カスカリーノ、そして直近ですよね、サンダーストラックで来ていたディアニだったりとか、あとはヘンプ、そして UCL ヒーローでのケスラーだったり、ボンパストル、この選手たちに、なります。A ランクで紹介をしたいのはですね、やはりエンド版エラー、ラピノですかね。来た時は、かなり注目を浴びた選手かなというふうに思いますし、今でも多分作れると思います。期間は結構長かったような気がするので、能力は非常に素晴らしくですね、スキル逆足も素晴らしい。そして今週のプラスを備えているというところは本当にいいと思います。プレイスタイル自体は、豊富ではないと思うんですけど、このプラス一つ今週持っているっていうところで、かなり価値があるかなと。いうふうに思います。カーブも高くですね、ロングシュートも高くって、逆足も、5でレーサーも高いんで、普通に今週決めれるよという選手になりますね。何でもできる、速くって、細かくってっていう選手になるので、多分10万ぐらいで作れると思うんですけど、その価値っていうのはめちゃくちゃあると思います。ただ、ケミが合わせにくいっていうところだけが難点にはなってしまうんですけど、ただ素材に余裕がある方は十分作っていい、そういう選手カードかなと思います。めちゃくちゃラピノは強いですね。で、あとは同じく SBC のバチャですかね。RTTK のバチャ。この人を作っている方は非常に多いんじゃないかなというふうには思います。ケミが合えば、この人も作ってよかった SBC の選手かなというふうにも思いますし、もうそろそろ多分プラス2上がりとかは確定になるんじゃないかなって、思います。確かプラス1はもう確定してんのかな
多分それぐらいの選手になるんで、まあ、やっぱり女子チームのリヨンは非常に強い、チームになるので、まあ、アップグレはほぼ確だろうなというふうに思います。で、特に、まあ、ウイングバック起用だったりとか、まあ、あとはサイドバック、上がらせる方のサイドバックとして、使うのが一番最適で、やはりクロスの精度っていうのはこの人素晴らしいですね。金の時からやっぱり、ウィップドクロスのこのプラスっていうのはついていて、この人のクロスはやっぱちゃうなっていう風にはね、自分思わせてくれた選手にはなるんで、まあ、どちらかといえば攻撃性能が高い選手にはなりますし、クロスでチャンスメイクができる選手になるので、まあ、サイドバック上げにそこまでこう、嫌悪感がない方は、まあ多分作ってるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ女子選手がやっぱり特殊が多くなってくると、ケミも合わせやすくは、なりますし、まあ普通に強い選手に、なるので、まあ個人的には A かなというふうに思います。で、そして続いてはディアニーですね。サンダーストラックのディアニー。まあ、バチャと同じ国籍、そして同じクラブということで非常にケミが合わせやすいと思います。なのでディアニーを持っている方、使っている方は、まあ、多分同時にバチャも、使っているんじゃないかなというふうに思います。ディアニーはですね、やっぱサンダーストラックになって非常に強化を、されましたね。トリベラのプラスを備えてですね、もちろん能力も高くなりました。もともと金の時から、ね、高かったし、サイドのアタッカーとしてやっぱパスが上手かったりとか、シュートもね、決めきれる力をある程度は持ってるんで、やっぱりこう万能型のね、アタッカーの選手になるんで、やっぱ金の時から結構おすすめは、してました。ケミが合えばということで。なんで、まあ普通に強化を、されて、能力も90までいってるんで、まあ多分100万ぐらい超えてるんですよ、値段は。なんで、まあ非常に強さっていうのがありながら、まあ先ほどバチャの時にも話はしましたけど、リオンは非常に強いチームになるんで、普通にここからプラス2上がりとかの最大のアップグレードまで行く可能性はあると思うんで、まあそうなってくると、ちょっとこう44の中でも屈指の強さを誇るんじゃないかなというふうに思いますね。結構ね、この人は本当に強い選手にはなりますし、まあ皆さんの前線のアタッカーが44でも良ければ使う価値っていうのは非常にある選手になります。で、あとはですね、ケスラーかな、ヒーローの選手、ちょっと一人紹介をしたいと思うんですけど、ケスラーはですね、まあ、ちょっとこう男子選手で言うと、モドリッチのような、選手になります。結構扱いがしやすい選手になりますし、もちろんモドリッチと比べると、敏捷性バランスとかはね、ちょっと低い数値になっていて、切り返しとか、まあ、反転とかっていうのはちょっと遅くはなってしまうんですけど、ただ身長そんなに高くはないし、思ったよりも、軽さ扱いのしやすさっていうのがある選手に、なります。まあ、ベースのケスラーからはですね、結構この UCL ヒーローでは変わった選手かなというふうには思います。強化をされた選手かなというふうにも思いますし、もちろん4-4にもなって、シュートもね、より決めきれるようになった選手になるんで、で、かつ、普通にこう、CM、まあ、ボランチの選手としてもね、活躍ができるほどのディフェンスの能力っていうのがありますし、フィジカルでゴリッといけるっていう選手ではなくって、やっぱどっちかというとインターセプトで、取るっていう守備の仕方になってしまうんですけど、ただ、普通に強い選手で、まあ、本当こう、モドリッチとかのような感じ、モドリッチとかデヨングとか、まあ、ペドリとか、そういう風なね、イメージの選手にはなるんで、まあ、使っていて別になんか邪魔にならないというか、しっかりちゃんと中盤として役割果たしてくれるなっていう選手になるんで、かなり強い選手になります。まあ、UCL ヒーローのね、パックとかで、確約とかで当たった方はですね、非常に大当たりかなという風に思います。で、そして最後 S ですね。S はですね、プテジャス、そして開拓者ハンセン、そしてアイコンミアハムに加えてですね、センチュリオンズアイタナ・ボンマティを追加をしました。バルサ女子3名とレジェンド選手、アイコンミアハムという、まあ、この4名になっていて、女子選手の中でトップオブトップの4名の選手、強すぎる選手たちかなというふうに思って S ランクに入れました。新しく追加したセンチュリオンズのアイタナ・ボンマティはですね、まあ、やはりこのスキル逆足に加えて能力の高さとプレイスタイルの良さ、テクニカルのプラスを備えて、あとはまあ今週も打てるし、パス面に関してはまあ多分ほぼほぼ全部、ついていて、で、さらに容赦なしも一応ついているということになるので、
本当に強い選手ですね。男子選手と比べても、使われる選手にはなりますし、シュートもうまくですね、パスもうまくって、ドリブルもめちゃくちゃ軽くって、スピードもある程度あって、守備もちょっとできるという、そういう選手にはなるので、本当に最強クラスの CM に、なりますし、ケミが合えば、かなりいい選手に、なりますね。本当にこう S ランクに相当する力っていうのは、中盤の中で、見せてはくれますし、非常にこう使い心地がいい選手に、なります。かなりおすすめですね。という感じでこちらが女子選手のティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。